今回の動画は、共同探検19、全36ミッション攻略動画となります。今回の共同探検は、特にクリアしなくてもいいミッションが2つあります。1つ目のフェーズ4のヒッチハイクは、他のプレイヤーのコルベットに乗車し、1万 U の距離を航行します。2つ目は、フェーズ5のレジスタンスです。これは、他のプレイヤーの進捗状況で達成されるものです。報酬はケーキセットと水銀でした。特にやらなくても、共同探検19はクリアすることはできます。私のようにソロプレイヤーには朗報ではないでしょうか。実質、攻略するのは34ミッションということになります。それでは始まります。いつもの共同探検では、宇宙船を探し、パルスドライブと発射装置の素材を集めることになりますが、今回は違います。宇宙船に乗り込み、宇宙船にアクセスするとオービタルリングをもらいます。それを組み立てて、使用すると、宇宙ステーションに自動でワープします。有色金属30個が必要となるので、銅を掘ってきて生成します。宇宙ステーションに着くとフェーズ1のリング・ザ・スターズが終わります。さっきの報酬でコルベット船を組み立てたら、フェーズ1の宇宙船建造が終わります。そのまま宇宙に出て宇宙 UA を30秒すると、フェーズ2の EV アクティビティが終わります。コルベット船で密集している小惑星を40個破壊か、資源を集めたら、フェーズ3の思いが終わります。自分のコルベット船を写真に収めましょう。フェーズ5の開港が終わります。オートパイロットで30秒連続で航行するとフェーズ1のクルージングが終わります。フェーズ1のサルベージは回収可能なスクラップの惑星で船体パーツを集める必要があります。こうやればいちいち降りる必要はありません。フェーズ2の拡張は居住区を3つ設置します。コルベットを建造した時に1つ使用しているので実質2つです。フェーズ3のコード、移動はエンジン6つですが、実質4つかな。これは人によって違うかもしれません。フェーズ4のコード、オーグ、シールドモジュール3つ設置します。フェーズ4のコード、破壊は武器システム3つです。フェーズ5のアドバンスハートは、リアクター3つだけど実質2つです。現在の星系には、不協和音の惑星があると思います。不協和音の惑星の動物をスキャンすれば、フェーズ3のワイルドシングスが終わります。コルベット船からスカイダイビングを60秒間続けると、フェーズ4のスターダイビングが終わります。だいたい雲のあたりから落ちたらちょうどいいかもしれません。フェーズ1のアナーキーはセンチネル3機の迎撃です。私は3機倒し、ミッション達成したら、その後の追撃はありませんでした。フェーズ3のワイルドシングスの報酬はエコー探査機です。それを使用して、調和のキャンプを見つけ、マルチツールを入手したら、フェーズ3の回収した武器が終わります。現在、不協和音の惑星にいるなら、ダークセンチネルを8匹倒しましょう。フェーズ3の不滅の大群が終わります。もし危なくなったらコルベット船に逃げれば安心です。フェーズ2のサイレントランニングは、コルベット船で植物を育てて8個収穫します。植物の材料を集める必要があるので、自分が集めやすいものを集め収穫しましょう。収穫するときに危険物手袋がいりますが、ここまでの過程で報酬でもらってるはずです。ここまで来たら、この惑星内でできることはありません。他の星系に向かえば、フェーズ1の可能性は無限大が終わります。
何回かワープを繰り返せば、スペースアノマリーを呼び出せるようになります。預けたアイテムを取りに行きましょう。記憶の惑星に向かいます。フェーズ2の現実的が終わります。報酬は釣り具なので組み立てて、魚を3匹釣ればフェーズ2の海からのタンパク質が終わります。釣った魚を調理すれば、フェーズ2の新鮮な糧食が終わります。府中にいるついでに、アノマリー検出機を使用しましょう。どこかの報酬でもらってるはずです。なかったらとりあえず、パルスドライブでワープし、アノマリーと遭遇したら、フェーズ5のドワーフが終わります。フェーズ4のコード破壊の報酬は経済紛争スキャナーです。組み立てて、海賊の成形に向かうと、フェーズ4のオフザレーダーが終わります。海賊の占領下の成形で貨物船の荷物を破壊して16万ユニットを他の海賊の占領下以外の惑星で売るとフェーズ4の目と鼻が終わります。アノマリーに遭遇した報酬で緊急信号スキャナーを報酬でもらえているはずです。使用して廃棄貨物船を探索します。テレポーターがある隣の機器3カ所にアクセスすれば、フェーズ5のスペースレックが終わります。アイテムで圧迫するので、余計なものは漁らない方がいいと思います。フェーズ5の10は、惑星のセンチネル部隊を停止させる必要があります。天候が悪い惑星が多く、センチネルの攻撃と二重にしんどかったので、ミノタウロスがあれば、比較的楽に終われるでしょう。今現在、緊急ワープユニットは所持をしていますか？これからランデブーへ向かいます。星間ワープを繰り返すと、スペースレスキューが発生する可能性が高いです。私は、連続2回発生しました。スペースレスキューが発生し、緊急ワープユニットを使用すると、フェーズ4のファーストスクランブルが終わります。使用したら壊れるので、次からは、最寄りの宇宙ステーションへ逃げてください。ランデブーは惑星ではなく宇宙ステーションです。宇宙ステーションのステーションコアにアクセスすると、各フェーズ1から5が終わります。これは今までになくて新鮮です。ここまでで34ミッションが終わっているはずです。冒頭で述べたミッションは、やるかやらないかはあなた次第です。最後に、今回の共同探検19に持っていった方がいいと思ったアイテムを紹介します。一つ目は、ミノタウロスです。今まで現地調達だったので持っていけるか、わかりませんけど、回収データ30個あれば購入できます。ミノタウロスを入手する前は、かなり苦戦しました。そもそもアイテム欄が圧迫していたので、うさんくさい武器モジュールは全部削除していました。共同探検、困った時、本当に頼りになります。二つ目、配線繊維です。何かと組み立てる必要があったので、持っていけば役に立つかもしれません。三つ目は、ワープハイパーコアです。基本的に、燃費の悪いコルベット船に乗っているので、燃料系は充実させたいところです。四つ目は、S ランクのハイパードライブモジュールです。一つか二つで十分です。テクノロジー欄に余裕があればつけてください。五つ目は、ミッションで使うコルベット船のパーツです。結局、惑星で集めてないものは、トレードをして集める必要があるので、少し手間がかかります。特に、居住区は、他のパーツと隣接しやすいので、あれば助かるかもしれません。材料の消費系のアイテムは、宇宙船から地上を追てばある程度集まります。ちなみに、暴走カビは、生成器に入れて、しばらくするとなくなっていました。こんな感じでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。